どうこのピッキングのどうですか？超気持ちいい。はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲスト、ギタリスト、屋敷隆一さん。屋敷隆一です。よろしくお願いします。ちょっとね、今回のやつ、まだ屋敷さんに見せてないんですよね。見せてないどころか何も聞いてないんですよ。そう。いや、これね、このチャンネル始まって初かも。ゲストがマジで何も知らない。そう。何にも教えてくんないんだもん。いきますよ。あ、怖いな。なんだろう。はい、せーの。じゃん。おー。屋敷さんには5150系っていうのは伝えてあるんですよ。で、この赤と白の、そのカラーリング。そのカラーリングだ。いつものようにデザインすごいかっこよくて、キャビネットのセレクトだとか、あと3チャンネル、クリーン、クランチ、リードみたいなところもついてるので、早速やっていきたいなと思います。改めて紹介します。この UAFX シリーズの安泰っていう、さっき言った通り、5150系5150って言ったらもう数々のミュージシャンが筆頭にあるのが、エヴァン・ヘイレンさん、開発者という感じではありますけど、あとメタル系のギターを弾く人とかはもう確実に通ってますからね。いや、そうですよね。屋敷さんもお家ですよね。そうです。僕も中学生の頃から5150一択なんで。いや、もうそうなんですよ。だからもう今日はもう屋敷さん絶対一緒にやりたいと思って。ありがとうございます。じゃあ早速やっていきましょうか。今デフォルトで1個目のキャビでチャンネルまで今リードにしております。リードチャンネル。どうこのピッキングのどうですか？いや、これね、超気持ちいい。やめるのを必死に考えるぐらいずっと弾いてたかったね。マジですか？5150系というより5150かもしれないですね、これね。で、アプリ、今回もですね、Bluetooth でもう繋がってるんですけれども、ここにですね、プリセットがいくつかあって、まずファクトリープリセットですね、あるのでやってみましょうか。はい。デフォルトってやついきましょうか。デフォルト。はい、今これでもう切り替わりました。ほうほう。ちょっといなたい感じですかね、これ。いや、僕これ好きだな。ちょっといなたいですよ、これは。これ、ごめんなさい、皆さん、ちょっとテンション上がって説明し忘れてたんですけど、今、これ LINE 接続。そうだ、そう、LINE してます。なので、ここからもう LINE で出して、それを今、オーディオインターフェースに直接入力して、それを録音してお届けしてる感じなので、アンプとか一切ない。アンプの音に多分聞こえるんじゃないかな。これ LINE の音には聞こえないと思う。もう一個ぐらい行きましょうか。今ね、歪みだったんで、クランチ系。なるほどね。そうなんですよ。5150のクランチってもうクランチじゃないんですよ。実際5150弾くときって割とクランチチャンネルでも十分リードの音するんで、割とそっちで弾いてもいいかもしれないです。じゃあまず分かりやすい EQ からちょっといじっていきましょうか。今全部12時なんですけども、ハイとミッドとロー、3バンドになっております。しっかり変わるけど、なんか扱いやすい範囲内で回ってる感じだから、ちょっとローを上げてドンシャリ寄りとかにすると。
ってたのは、プリゲインって言ってね、アンプのゲインだと思って使ってもらえばいいかなっていうつまみになっております。あとプレゼンスもあるので、このプレゼンスを聞く限り、5150とかについてるプレゼンスよりもさらに上をつきますね。LINE でこう DTM とかで使うことをやっぱり意識している可能性はあるかな。なるほどなるほど。UAFX のペダルってオルト機能裏の設定みたいなところがついていてですね、ここに書いてるんですけども、なんと中にオーバードライブのエフェクターが入ってるんです。オーバードライブも入ってる。はい、ここにオーバードライブレベル、オーバードライブのトーン、そしてオーバードライブのこれ歪みですねが入ってるので、なんだろう、こう手前にエフェクターをこう置いてこうプッシュする必要がなくて入ってる。今もオンになってたんですけれども、ちょっといじってみますね。はい、アンプの手前にあるエフェクターでこうプッシュしてる感、アンプをグランジにしといてペダルで音を作るみたいな感覚でも音が作れる。なるほど。そして上に2つまだありましてですね、ちょっともう一回リードチャンネルに戻しますけども、これ今ノイズ出てるじゃないですか。これゲートがついてて消える。これ結構上げるとちょっと不自然になっちゃうかな。でもこれはでも必要ですよ。そう結構最近ねザクザクやる人も多いし、5150系のメタランプを使う人は絶対入りますからね。ノイズゲート絶対入りますから。これちょっとちゃんと説明すると、アンプから出てるノイズをこの何にも弾いてない時にカットするんですけれども、どれくらいの音量からカットするかっていうのをスレッショルド、敷位置っていうんですけど、それを設定できる感じになってます。あまりに強くしすぎると本来音符、音の部分とかも、だからこれちょっと触ってもなんなくなっちゃうんですよね。ゲートマックスだとこうなっちゃうんで、このねいい度合いのところを自分で探して設定すると良いのがこのゲートですね。そして最後レゾナンスですね。レゾナンスっていうのはアンプの鳴り感だとか部屋が一緒にこう鳴ってるようなイメージの部分なんで、っていう感じで、左するとかなり軽やかになるので、逆にこうねちょっと軽い感じ、ベースとかがしっかりもう低域埋めてくれてるから、あんまりそこかぶせたくないっていう時とかにねカットするとよかったりだとか、こんだけあれば何でも作れちゃうという。じゃあ続いてはキャビネット。全部で6個、デフォルト3つと、あとアプリにつないで登録すると追加で3個、全部で6個入ってるので、これまで使ってたのが UK の V30 ですね。ちょっと一応ちょっと軽くいきましょうか。はい。じゃあ変えます。 CAV30。うわー、そうなりますよね。いいっすね。ちょっとこういなたい感じもありつつ、ただこう潰れすぎない音像と、こうめちゃくちゃ弾きやすいですからね。じゃあ次がですね、ホワイト75と 4×12、これブリティッシュキャビネット。ブリティッシュキャビネット。うわー、このズンズンズンがやばい。やばいですね。やばい。これちょっとまた昔のなんかこうバンヘイレンサウンドに近いような感じはありますよね。次からがですね、ボーナスキャビネットの一発目。こちらはD65 の 2×12 キャビ。
特殊っすね。特殊ですね。キャラ違い的なのは美味しいっていうか。なんかこれあれだな、この。いいわ。ちょっとマーシャル感感じるかも。はい。次、5個目ですね。こちらは C80 の 4×12。これ結構なんか好きな人いらっしゃりそうな音、音的には昔風のサウンドを求めてる人にはこうバッチリハマるかもしれないし、あとバンドサウンドの中で結構ミッドのところがちょっとやっぱり独特に上がっている感じはあるからかなりなんかこう前に出てくるかもしれないですね。使いどころによってはめっちゃハマる。めっちゃハマるやつ。最後はブラウン。もうブラウンって名前ついてるからこれブラウンの 4×12 キャビネット。はい。これはこれはいいっすよ。熱い。それ。もう一個いいですか、これ。すごく伸びやか。ですね。すごく伸びやか。弾いててめっちゃ気持ちよさそう。気持ちいい。続きましてはアプリで細かくいろいろいじれるところがあるのでやってみたいなと思うんですけども、まずねオーバードライブ、さっき中に入ってるって言ったじゃないですか。今までは TS 系ってやつだったんですけど、 TC ってこれTC エレクトロニックの、クリーンブースターみたいなやつもあるのでちょっと切り替えてみようかなと思うんですけども、まず TS ちょっと軽く聞くと、TCこのねTS が持ってた中域のあったかいところがちょっとなくなってすっきりするんですよね、TC の方が。なので TC で例えばボリュームギターとかちょっと絞ったりすると、やっちゃった楽しいな今日こんな感じでTS の方が基本的にはおすすめなんですけれども、すっきりしたところが行きたいなと思ったらこの TC に変えるのもありだと思いますし、あとブライトスイッチもついていて、これちょっとTS のままオンにするとこんな感じでちょっとねトレブルの部分がね明るくなったりもするし、あとノイズゲートが、ここで細かく設定できるので自分のお好みに設定して自然なね切れ具合っていうかで、それをもちろん自分のプリセットとして保存しておけるので、はいですね。バイアスモードここもねクールとかねウォームとかね、ちょっとウォームだけ試します。
やっぱデフォルトのクールが扱いやすそうだけども、なんか現代的で、ここもね好みでできたり、もう他にもあるんですよ。ポストゲインとかルームとか。ちょっとこの辺もいじります最後。行きましょうか。はい。これなんだこのポストゲイン。ポストゲインはEQ よりも後で歪んでるのかなみたいな感じかなという感じですね。あ、めっちゃルーム感。これちょっとチャって切ってもらったら、アプリこれ必須っすね。激アツ。ポストゲイン上げるとやっぱりそのパワーアンプのそのなんかボリュームの増幅感がすごいあるから、僕はこれ好みですね。これ絶対上げちゃうと思う。絶対上げる。前回UFX のライオンやった時にもコメント欄でご質問いただいたんですけども、これを使う時に空間系ってどこにつなげばいいですかってご質問いただいたんですけども、普通にこの後にディレイつないで、その後にオーディオインターフェースにつなぐっていう感じで大丈夫なんで、じゃあディレイありで。はい、ディレイありで。やばい、心に染み渡りましたじゃあ最後はですね、アンプにつなぐってやつをやっていきたいなと思います。先ほどキャビネットがこう選択できましたが、この最後にこう全部が消えるところがあるんですね。こうするとキャビネットシミュレーターがオフになるので、このアンプのパワーアンプ、なるほどね、そしてキャビネットで操作性いいよね本当に。今もうマーシャルにマイキングしてるので、その音でうわー、どうですか？ジューシー、すごくジューシー。そして屋敷さん、なんと、今ね実はちょっと特殊なつなぎ方をしておりまして、ここにケーブル4つ刺さってるんですよ。本当だ。普通は2本でいいんですけど4つ刺さっていて、このアプリで今4ケーブルモードをオンっていうのにしています。これ何かっていうと、ちょっとこれね概要欄に細かくはつなぎ方載せておくんですけども、このつなぎ方やると、これを振るとマーシャルのプリアンプの音になるんです。なにその4ケーブルか。その4ケーブルなんです。すごいね。これを振るとこのプリアンプが生きるんです。これちょっと今弾いてみてもらっていいですか？だすごいね。これやばくないですか？これやばいね。これやばいですよ。4ケーブルメソッドの機能が入ってたら、これちょっと無敵に近いよそうなんですよ。どうしても5150系って歪みに特化してるから、あえてもうこっちでクリーンを作ろうという気がないんだよそもそも僕は。なるほどね、なるほどね。だから僕はいろいろそのクリーンのアンプと5150をこうAB で行き来したりとか、結構大変なんですよ。そうなんですよ。それをこいつでやれちゃうってことです。やれちゃう。はい、というわけで皆さんどうでしたでしょうか？もう僕たちのテンションも上がりっぱなし。上がりっぱなしですね。楽しかったな今日。何も聞かされてなくてよかったな。皆さんもぜひチェックしていただければと思います。そして屋敷さんの SNS 概要欄載ってますので、そちらもぜひチェックしてみてください。今回の動画良かったって方は今高評価ポチッと押してもらえると嬉しいです。そしてチャンネル登録もお待ちしております。それじゃあ皆さんまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。